前回の動画では杉戸宿を歩き終えたところまでお届けしました。今回はその続き、旧日光街道東旅2日目の後半となります。杉戸宿を後にして幸手宿、栗橋宿、中田宿を経由し古賀宿へ、江戸から日光へ続く旧日光街道をさらに北へと進んでいきます。道はやがて国道4号へ合流し、そこから30分ほど歩くと幸手市へ入ります。幸手市に入ってすぐのところには東武日光線の杉戸高野台駅があります。杉戸高野台駅から歩いて5分ほどのところにココスがあったので、ここで休憩を兼ねて少し早めの昼食にすることにしました。時刻はちょうど10時頃。開店して間もない時間だったので、店内はまだ空いていてゆっくり休むことができました。旧日光街道を進んでいくと、幸手市南公民館の近くに小さな石柱が立っています。これは上高野村道路原標です。道路原標とは、その市町村における道路の起点を示す標識のことです。ここを基準にして他の場所までの距離が測られていました。江戸時代の街道では日本橋を起点に一里塚が置かれ、旅人は距離を知ることができました。そして時代が明治、大正へ進むと、近代の道路制度の中で各市町村に道路原標が置かれるようになります。この上高野村道路原標も合併前の旧上高野村時代のものと考えられています。もともとは御成街道沿い、石井酒造前の橋のたもとにありましたが、平成2年の歩道工事の際に旧日光街道沿いでもある現在の場所へ移されました。小さな石柱ではありますが、江戸の街道から近代の道路へ、この道が旅人の道から地域を結ぶ道路へと変わっていったことを伝える貴重な痕跡です。旧日光街道沿いにひときわ目を引く古い建物が残されています。こちらは岸本家住宅母屋です。岸本家はかつて幸手宿で醤油醸造業を営んでいた商家でした。この母屋は江戸時代末期に建てられたとされ、現在は国の登録有形文化財に登録されています。建物は旧日光街道に面して立ち、正面には店として使われた部分が残されています。旅人や地元の人々が行き交った街道沿いで商いが行われていた当時の雰囲気を今に伝えています。幸手宿は日光道中の江戸から数えて6番目の宿場町。宿場には旅人だけでなく商人や荷物も集まり、街道沿いにはこうした商家が並んでいました。岸本家住宅母屋はただ古い建物というだけではなく、幸手宿が宿場町として栄えていた時代の空気を感じさせてくれる貴重な町屋建築です。ここは日光道中の宿場町幸手宿です。幸手宿は江戸日本橋から数えて6番目の宿場町でした。日光道中が整備される以前から、この地域は利根川水系の舟運や古くからの道の往来によって交通の要衝として栄えていたと言われています。そして江戸時代、幕府によって日光道中が整えられると、幸手は宿場町として正式に役割を担うようになりました。幸手宿が重要だった理由の一つは、ここが日光道中と日光御成道の結節点だったことです。日光御成道は徳川将軍が日光東照宮へ社参する際に通った将軍専用街道という性格を持つ道でした。江戸の本郷大岩家から岩淵、川口、鳩ヶ谷、岩槻を通り、幸手の手前上高野付近で日光道中に合流します。つまりこの幸手の周辺では、一般の旅人や商人が行き交う日光道中と将軍の日光社参に関わる道が重なっていたのです。かつての幸手宿には旅人を泊める旅籠や荷物や陣馬の釣り立てを行う問屋場、宿場の中心となる本陣などが置かれ、街道沿いには商家が並んでいました。幸手宿は城下町に併設された宿を除くと、千住宿、越谷宿に次ぐ規模を持つ宿場だったとも言われています。それだけ多くの人や荷物がこの町を通っていたということです。今の幸手の町を歩いていると、当時の宿場そのものがそのまま残っているわけではありません。けれど旧日光街道沿いには像造りの建物や古い商家の面影が点在しています。例えば幸手市中2丁目に残る岸本家住宅母屋は、かつて醤油醸造業を営んでいた商家の建物で、江戸時代末期の建築とされています。こうした建物を見ると、幸手宿がただ旅人を泊めるだけの場所ではなく、商いと暮らしが息づく町だったことが感じられます。また幸手といえば権現堂桜堤もよく知られています。もともとは水害から町を守るための堤でしたが、後に桜が植えられ、
現在では多くの花見客でにぎわう名所となりました。私が歩いた時期もちょうど桜の季節で、堤には見事な桜が咲き、たくさんの屋台と人々でまるで春祭りのような雰囲気に包まれていました。江戸時代の旅人たちはこの幸手宿で休み、栗橋方面へ向かってさらに北へ進んでいきました。その先には利根川の渡しと日光道中唯一の関所である栗橋関所が待っています。そう考えると幸手宿は江戸から北へ向かう旅の中でいよいよ利根川越えを意識し始める場所だったのかもしれません。将軍の道と旅人の道が重なり、商家が並び、人々が行き交った幸手宿。今は静かな街並みの中にその名残が少しずつ残されています。旧日光街道を歩いていると、こうした何気ない街の風景の中にも江戸時代から続く道の記憶を感じることができます。ここには問屋場がありました。問屋場は宿場で人馬の継ぎ立てや荷物の受け渡しを行う交通の中心となる場所でした。江戸と日光を結ぶ日光道中では多くの旅人や荷物が幸手宿を通過しました。この場所は幸手宿が宿場町として機能していたことを伝える大切な跡地です。この先に幸手宿の本陣跡があります。本陣とは大名や幕府の役人など身分の高い人々が宿泊や休憩に利用した宿場の中でも特別な施設でした。幸手宿は日光道中の江戸から数えて6番目の宿場町です。旅人や商人だけでなく日光へ向かう大名や関係者もこの宿場を通っていきました。現在は当時の建物は残っていませんが、この場所に立つとかつて幸手宿が街道交通の重要な拠点だったことを感じることができます。このカーブに幸手の一里塚跡があります。一里塚は江戸の日本橋を起点に一里およそ4キロごとに置かれた距離の目印でした。幸手の一里塚は日本橋から12里およそ48キロの地点にあたり、かつては街道の両側に塚が築かれえのきが植えられていたといいます。今は当時の姿そのものは残っていませんが、この場所は旅人たちが日光までの道のりを確かめながら歩いた街道の記憶を伝える場所です。ここから先、道はいよいよ栗橋、そして利根川の渡しへと向かっていきます。旧日光街道は幸手を抜けると再度国道4号と合流します。そして前方に標識が見えてきました。文字が薄くなっていますが、宇都宮 59km、小山 29km、古賀 15km と書いてあります。本日の目標は古賀なのであと 15km です。日光道中を栗橋方面へ進む途中、幸手でぜひ立ち寄りたい場所があります。それが権現堂桜堤です。私が歩いた時期はちょうど桜の季節でした。堤には見事な桜並木が続き、道の両側には桜を見に来た多くの人々の姿がありました。旧日光街道を歩く旅の途中でここだけ一気に空気が華やかになります。それまでの宿場町や街道の風景とは少し違い、春の観光地に入り込んだような雰囲気です。そして桜と同じくらい印象的だったのが屋台の数です。焼きそば、たこ焼き、甘いもの、飲み物、道沿いにはたくさんの屋台が並び、まるで旅の途中で大きな春祭りに出会ったような気分になりました。しかしこの権現堂堤はもともと花見のために作られた場所ではありません。元は権現堂川の水害から町を守るために築かれた堤防でした。江戸時代には幸手周辺だけでなく江戸を水害から守る重要な堤として管理され、御船井お囲い堤とも呼ばれていました。つまりこの美しい桜堤には治水の歴史というもう一つの顔があるのです。その堤が桜の名所へと変わっていくのは大正時代のことです。大正9年1920年に地域の人々がこの由緒ある堤を後世に残そうと桜を植え始めました。やがて桜は成長し、昭和初期には多くの花見客が訪れる名所となっていきます。当時は臨時電車が出るほどのにぎわいで露店や興行も並んだといいます。江戸を水害から守った堤が今では春になると多くの人々を集める桜の名所になっている。そう考えると目の前の桜並木もただ美しいだけではなく、長い時間をかけて地域に守られてきた風景なのだと感じます。日光道中の旅では宿場町の歴史だけでなく、こうした土地の変化にも出会うことができます。権現堂桜堤は幸手の春の華やかさと町を守ってきた堤の歴史が重なる印象的な場所でした。
中川を越えて旧日光街道を歩くと風景はガラッと変わります。旧街道らしい道幅となり、交通量もほとんどありません。畑が多く視界に入るようになってきます。歩いている先には道の分岐、追い分けのようなものが見えてきました。こちらは幸手市外郷間にある日光街道の道しるべです。江戸時代の安永4年1775年に建てられたもので、日光道中と筑波道の分岐点を示していました。正面には右筑波道、左側面には左日光道と刻まれています。さらに右側面には川妻道、前林道を示す文字も刻まれており、この場所から複数の道が分かれていたことが分かります。今では小さな石の道しるべですが、江戸時代の旅人にとっては進むべき道を教えてくれる重要な案内板でした。ここに立つと日光へ向かう旅人、筑波へ向かう人々、近隣の村へ向かう人々が行き交った街道の分岐点の姿が想像できます。南栗橋方面へ進むと視界が大きく開け、田畑の多い風景に変わります。この辺りは利根川や中川が作った低く平らな土地で、江戸時代には神殿開発も進められました。そのため昔の旅人も今と同じように広い田園風景の中を歩いて栗橋宿へ向かったのかもしれません。現在の久喜市では米を中心に麦、大豆、野菜、いちご、梨などが作られています。宿場町の歴史だけでなく、こうした農村の景色も日光道中の大切な表情の一つです。南栗橋から栗橋宿へ向かって歩いていきます。この辺りは視界が開け、田畑の多い関東平野らしい風景が広がっています。しかしこの静かな道の先には江戸時代から明治時代にかけて日本の大きな歴史が通り過ぎた場所があります。まず思い浮かぶのは徳川将軍の日光社参です。日光社参とは徳川将軍が日光東照宮へ参拝するために行った大規模な行列のことです。日光東照宮には徳川家康が祀られています。そのため将軍が日光へ向かうことは単なる参拝ではなく、徳川家の権威を示す大切な行事でもありました。将軍の行列は非常に大規模で、道中の宿場や村々にとっても大きな出来事でした。栗橋周辺では普段は渡し船で越えていた利根川に将軍の通行のためだけに一時的な橋が架けられました。それが船を何隻もつないで作る船橋です。船の上に木や竹を渡し、巨大な仮設の橋として将軍の行列を通しました。普段は川を船で渡るしかなかった場所が将軍社参の時だけ特別な道へと姿を変えたのです。そして時代は江戸から明治へ移ります。栗橋は明治天皇の巡行とも関わりのある土地です。明治天皇は東北方面への巡行の際に栗橋を訪れ、旧本陣で休憩したと伝えられています。かつて将軍の行列が通った道を明治になると今度は天皇が通る。栗橋周辺は江戸から明治へと時代が移り変わる場面にも登場する場所でした。さらに明治時代になると交通の姿は大きく変わります。かつて船で渡っていた利根川に鉄道の橋が架けられました。明治19年利根川鉄橋の開通式では明治天皇がこの地を訪れたとされています。渡し船で川を越えた江戸時代、将軍のために船橋が架けられた時代、そして鉄道橋によって人や物が一気に移動できるようになった明治時代。栗橋へ向かうこの道は一見すると静かな田園地帯の道です。しかしその先には宿場と関所、利根川の渡し、将軍の社参、明治天皇の巡行、そして鉄道の時代へと続く大きな歴史の流れが重なっています。もう少し進むといよいよ栗橋宿です。江戸時代の旅人たちもこの辺りを歩きながら利根川の渡しと関所を意識していたのかもしれません。現代でもこのように周囲が開けていて遠くを眺めることができる景色ですが、江戸時代はどのくらい開けた景色だったのでしょう。そしてこの街道には当時どれだけの人々が行き交っていたのでしょう、などと考えながらこの道を歩いていました。田畑の広がる道を歩いていると前方にかなりの高さの高架橋が旧日光街道を横断しています。東北新幹線で1982年に開業し、現在は東京都心青森を結ぶ JR 東日本管内で最も長い距離を持つ新幹線の高架橋となります。かつては何日もかけて進んだ街道を今は新幹線が一瞬で通り過ぎていきます。この場所は江戸の旅と現代のスピードが交差する
旧日光街道らしい面白い風景です。ふと考えると、大名行列や将軍の日光社参の人数を現代の新幹線に乗せたら何本必要になるのでしょう。ちょっと気になりました。これはまた別の動画でじっくり比べてみたいテーマです。目の前はまるで壁で行き止まりのように見えます。道を間違えたのでしょうか。近づいてみると左側へ道が続いていました。どうやらこの道も旧日光街道のようです。この辺りでは旧日光街道を国道125号と県道12号が横断しているため、道が少し分かりにくくなっています。左に曲がってすぐのところにトンネルがあるので、そこをくぐり再び右へ曲がります。かつての街道はこの辺りをまっすぐ進んでいたのでしょうか。現在は道路によって道筋が変わり、少し回り込むような形になっています。そしてここから2分ほど歩くと、いよいよ栗橋宿の入り口です。道は直角に曲がる形になっていて、可燃手のようにも見えます。その角を曲がってすぐのところにお地蔵様が立っています。こちらは栗橋東に残る石仏宝楽地蔵です。宝永7年1710年に建立された地蔵菩薩で、現在は久喜市の指定文化財となっています。地元では江戸時代に関所破りをした人々を供養するために建てられたと伝えられています。栗橋には日光道中唯一の関所があり、人や荷物の往来が厳しく取り締まられていました。お堂には多くの宝禄が奉納されています。宝禄とは豆や茶などを煎じるための浅い土鍋のことです。実際に栗橋で火炙りが行われた記録は確認されていないそうですが、この宝楽地蔵は関所の町栗橋に残る伝承を今に伝えています。ここは日光道中の宿場町栗橋宿に入りました。栗橋宿は江戸日本橋から数えて7番目の宿場にあたります。日光へ向かう旅人にとってこの栗橋はとても重要な場所でした。その理由は、ここが単なる宿場町ではなく、利根川を越えるための渡し場、そして関所を備えた交通と防備の要所だったからです。江戸時代、現在のように利根川には橋がかかっていませんでした。旅人たちは栗橋宿から対岸の中田宿へ向かうため、某川の渡しと呼ばれる渡し船を利用して川を越えていました。人だけでなく荷物や馬も船で運ばれていたといいます。今では橋や鉄道であっという間に渡れる利根川ですが、当時の旅人にとってはこの川を越えること自体が旅の大きな節目だったのでしょう。そしてこの渡し場と深く結びついていたのが栗橋関所です。江戸時代には某川戸中田御関所と呼ばれ、日光道中で唯一の関所とされていました。関所では江戸へ武器が持ち込まれることや、江戸に置かれていた大名の妻子が国元へ逃れることを防ぐため、人や荷物の出入りが厳しく調べられました。いわゆる入り鉄砲に出女を取り締まる幕府にとって重要な場所だったのです。栗橋宿を歩いていると、今は静かな街並みに見えます。しかし江戸時代、この場所には旅人、商人、荷物を運ぶ人々、そして関所を通る緊張感がありました。宿場で休み、関所で調べを受け、渡し船で利根川を越える。栗橋宿は日光道中の旅の中でも江戸から北へ向かう道が大きく表情を変える場所だったのです。栗橋宿を歩いていると、かつての関所跡にたどり着きます。栗橋関所跡です。江戸時代の日光道中に置かれた唯一の関所でした。正式には某川戸中田御関所と呼ばれます。これは栗橋宿と対岸の中田宿を結ぶ利根川の渡し場が某川の渡しと呼ばれていたことに由来します。関所の役割は江戸を守ることでした。特に江戸へ武器が入ること、そして江戸に置かれていた大名の妻子が国元へ逃れることを防ぐため、人々の通行は厳しく改められました。いわゆる入り鉄砲に出女です。今は静かな場所ですが、江戸時代の栗橋は宿場、渡し、関所が重なる日光道中の重要な要所でした。この関所跡の近くに本陣跡があったそうですが、利根川スーパー堤防工事のため撤去されたとのことです。本陣とは大名や幕府の役人など身分の高い人々が宿泊や休憩に利用した宿場の中でも特別な施設でした。栗橋宿の本陣を務めたのは池田家とのことです。池田鴨之助は並木五郎兵衛とともにこの地を開墾し、後の栗橋宿の基礎を築いた人物とされています。池田家は
栗橋塾が開かれた当初から江戸時代を通じて本陣役を務めました。つまりこの場所は栗橋塾の中心であり、宿場の歴史そのものを伝える場所でもあります。関所跡を出てすぐのところに階段で登る場所があったみたいですが、気づかずに少し遠回りをしてしまいました。左手には関東を代表する大河である利根川が流れています。そしてこの川にかかっている橋は利根川橋となります。今ではこの橋を渡ればあっという間に対岸へ行くことができます。しかし江戸時代の旅人にとってこの利根川は簡単に越えられる場所ではありませんでした。当時栗橋宿と対岸の中田宿を結んでいたのは某川の渡しと呼ばれる渡し船となります。旅人はここで船に乗り、荷物も時には馬も川を渡っていきました。そしてこの渡し場と深く結びついていたのが栗橋関所となります。正式には某川戸中田御関所と呼ばれ、日光道中で唯一の関所でした。江戸時代利根川には普段常設の橋はありませんでした。ただし徳川将軍の日光社参の時には船を何隻もつないだ仮設の船橋が架けられました。普段は船で渡るしかなかった川が将軍の行列のためだけに一時的な道へと姿を変えたのです。明治になると交通の姿は大きく変わります。明治19年1886年には利根川鉄橋が完成し、鉄道がこの川を越えるようになりました。さらに大正13年1924年には道路橋の利根川橋が開通します。渡し船で越えた江戸時代、鉄道橋がかかった明治時代、そして道路橋で人や車が行き交う近代へ。栗橋の利根川は宿場、関所、渡し、そして橋の時代へと移り変わる日光道中の大きな節目となる場所でした。橋の途中で茨城県の古河市に入りました。利根川を渡り茨城県古河市の中田へ入りました。渡ると旧日光街道はすぐに左に曲がります。道は緩やかな下り斜面となっていて、その先は右へカーブしています。そこには大川戸と中田関所跡の案内板があります。江戸時代栗橋宿と中田宿の間には現在のような橋はありませんでした。旅人は大川戸と呼ばれる渡し船で利根川を越えていました。そしてこの渡し場と深く結びついていたのが日光道中で唯一の関所です。江戸時代には栗橋と中田を結ぶ渡船場の名を取って某川戸中田御関所と呼ばれていました。後に関所は栗橋側へ移されたため、現在では栗橋関所として知られることが多くなっています。しかし中田川にも私と関所の記憶が残されています。関所は明治2年1869年に廃止されました。栗橋宿で関所を通り某川の渡しで利根川を越え中田宿へ入る。ここは江戸時代の旅人にとって武蔵野国から下総国へ入る大きな節目となる場所でした。関所跡から歩いてきて利根川堤交差点を渡ったところに中田宿の開設番がありました。中田宿は日光道中の江戸から数えて8番目の宿場とされ、栗橋宿とは利根川を挟んで向かい合っていました。江戸時代旅人は某川の渡しで利根川を越え中田宿へ入りました。規模は栗橋宿ほど大きくありませんでしたが、川を越えた旅人を受け入れ地の古河宿へつなぐ大切な宿場でした。当時の宿場は現在の利根川橋の下付近にあり、河川改修によって町は現在地へ移されたと言われています。中田宿へ入ると鶴ヶ峰八幡宮があります。鶴ヶ峰八幡宮は陽和元年1181年に源頼朝が鎌倉の鶴岡八幡宮からご神霊を勘定したことに始まると伝えられています。中田宿の鎮守として地域の人々に大切にされてきた神社です。江戸時代には日光東照宮へ向かう旅人たちが旅の安全を願ってここで足踏みをして祈願したといいます。今も旅の安全や健康を願って参拝する人が多いそうです。利根川を越え次の古河宿へ向かう前に旅人たちはこの神社で道中の無事を願ったのかもしれません。入り口にあったベンチで小休憩しました。久しぶりに踏切を渡る気がします。もしかすると小袋駅手前にあった踏切ぶりでしょうか。ちょうど踏切の警報器が鳴り出しました。さて通過するのは上り電車でしょうか、下り電車でしょうか。右側が古河駅方面、そして左側が栗橋方面です。通過した電車は下り電車でした。
この踏切を渡ると歩道が広くなります。かなり広いです。そして一定の間隔で植えられているのは松でしょうか。中田宿から古賀宿へ向かうこの辺りはかつて中田の松原と呼ばれていたそうです。江戸時代には中田から古賀の原町入り口までおよそ一里約4キロにわたって松並木が続いていたといいます。道幅は約9メートル。道の両側を一段高くしてそこに松が植えられていました。この松並木を整えたのは寛永7年1630年古賀城主永井直政の時代と伝えられています。当時の記録には東海道にもこれほどまっすぐで平らで美しい道はないというほどの景勝地だったことが記されています。今はその面影はわずかですが、かつて旅人たちはこの美しい松並木を抜けて古賀宿へ向かっていきました。こちらは古賀市本庄にある祭礼道しるべ原町港です。祭礼道とは古賀の産砂神であるスズメ信者の祭礼の際に町中の混雑を避けて旅人を通すための道でした。江戸時代の宿場町では旅人や荷物の通行だけでなく地域の祭りや暮らしも街道と深く関わっていました。この道しるべは古賀宿がただの通過点ではなく祭礼でにぎわう城下町でもあったことを伝えています。中田宿から古賀宿へ向かって歩いてくると道はいよいよ古賀の町場へ入っていきます。この辺りはかつて大町と呼ばれた場所で街道の両脇には見事な松並木が並んでいたそうです。大町は旧日光街道沿いに広がっていた町の一つで古賀城下の入り口にあたる場所だったとも言われています。町名の由来には不明な点もありますが、大という名前には城下へ入る場所、町の入り口という響きが感じられます。古賀宿は単なる宿場町ではありません。古賀城の城下町であり日光道中の宿場でもありました。つまりここは旅人の道と城下の暮らしが重なる場所です。利根川を越え中田の松原を抜け大町へ。ここまで来ると旅はいよいよ古賀宿の中心へ近づいていきます。中田宿を過ぎ日光道中は古賀宿へ入っていきます。古賀宿は江戸日本橋から数えて9番目の宿場となります。現在の古賀市本町中央町横山町周辺にあたり日光道中の宿場であると同時に古賀城を中心とした城下町でもありました。ここが他の宿場と少し違うところです。旅人を止め人や荷物をつなぐ宿場町でありながら武士や町人が暮らす城下町としての顔も持っていました。街道沿いには本陣や脇本陣、問屋場、旅籠、茶店などが並び多くの旅人でにぎわっていたといいます。本陣1軒、脇本陣1軒、そして旅籠が31軒ありました。また将軍の日光社参の際には将軍が古賀城に宿泊したとも伝えられ、古賀が日光道中の中でも重要な拠点だったことが分かります。利根川を越え中田宿から松原を抜けて古賀へ入る。江戸時代の旅人にとって古賀宿の街並みが見えてきた時にはほっとする気持ちもあったのではないでしょうか。現在の古賀の町には当時の宿場がそのまま残っているわけではありません。それでも旧日光街道沿いには本陣跡や高札場と古い商家の面影が点在し、城下町らしい落ち着いた空気が残っています。古賀宿は日光道中の宿場町であり古賀藩の城下町でもあった場所。旅人の道と城下の暮らしが重なった日光道中の中でも見どころの多い宿場です。横断歩道を渡ったところにあるのが古賀城お茶屋口御門跡となります。古賀城お茶屋口は三代将軍徳川家光の日光三景の際、古賀藩主土井利勝が将軍をもてなすために設けた御殿への入り口とされています。古賀宿は日光道中の宿場町であり同時に古賀城の城下町でもありました。日光社参の際には古賀城が将軍の宿泊休憩の場となり、この辺りも特別な緊張感に包まれていたのかもしれません。古賀駅西口入り口交差点を過ぎたところに古賀城下本陣跡があります。本陣とは大名や幕府の役人など身分の高い人々が宿泊や休憩に利用した宿場の中でも格式の高い施設でした。古賀の本陣は参勤交代や日光三景の途中で諸大名が古賀に宿泊する際に使われた場所です。この辺りは日光街道から古賀城へ向かう入り口にあたり城下町古賀の重要な辻でもありました。旅人や商人、城下に出入りする人々が行き交い古賀宿の中でも特ににぎわった場所だったとされています。今は石碑が残るのみですが、
ここに立つと古賀宿が日光道中の宿場であり、同時に古賀城下の中心でもあったことが感じられます。そして本陣跡から信号を渡り道を挟んだ反対側に高札場跡があります。こういう札場跡は江戸時代に幕府や藩の決まりお触れ書きを掲げた場所です。古賀宿ではこの辺りが城下の中心部にあたり、街道を行き交う旅人や町の人々に向けて重要な知らせが示されていました。今は石碑が残るだけですが、かつては多くの人がここで古札を読み、町の決まりを確認していたのでしょう。高札場の目の前に古賀町道路原標があります。道路原標とはその町の道路の起点や基準を示す標識のことです。江戸時代には日本橋を起点に街道が整えられ、一里塚が距離の目安になりました。そして近代になると各市町村に道路原標が置かれ、道路の基準点として使われるようになります。古賀宿の中心に残るこの小さな石柱は、江戸の街道から近代の道路へと時代が移り変わったことを伝えています。本日の動画はここ古賀宿までとなります。宿泊よりも電車での往復の方が安上がりなので、本日も一旦帰宅します。また明日始発に乗ってここ古賀から再開します。次回もこの先の街道をたどりながら次の宿場へと向かっていきます。本日もここまでご視聴いただきありがとうございます。